결국도 replay 괜찮다 믿으면 또다시 relay 내 맘속 깊은 곳 어딘가 こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今 IKEA では新商品ラッシュでして、特に見逃してほしくない最新の新商品を紹介します。購入品も結構良かったので紹介します。まずは小さいフェイクグリーンです。鉢のデザインがとてもおしゃれでいいなと思いました。3つセットです。多肉植物というのもあってかなりリアルに見えます。プラスチックの素材なのでとても軽かったです。小さいのでちょっとしたウォールシェルフなんかにも飾りやすいので使いやすそうです。すごくモダンな雰囲気でいいですよね。買おうかなってすごい迷ってまだ買ってないんですけど買うかもです。こちらは IKEA で人気のバスケット、リーサトルプバスケットなんですが、赤色が出ていました。すごいパキッとしたビビッドな赤色です。結構カラーバリエーションは入れ替わり立ち替わりしてしまうので、お気に入りのカラーは買っておくのおすすめです。日本では結構日本の他の会社からそっくりさんが出ていまして、そういうのもあってか価格がすごい下げられています。もう他の国の値段と全然違って本当に日本で買うのお買い得なんですよ。いろいろそっくりさんはあるんですけど、カラーバリエーションはやっぱり IKEA たくさんあります。こちらも人気のワゴンですけども、新色がまた出ました。こちらも赤なんですよ。こちらは落ち着いた赤色です。レッドブラウンと書かれていました。なんとキャスターも赤色なんですよ。すごいこだわりを感じます。でこちらは大きい方のサイズのロースコグワゴンですけども、もちろん小さい方のワゴンもレッドブラウンが出ています。今年パステルカラーが結構増えたんですけど、またさらにカラーバリエーションが増えましたね。本当あると便利と言われる人気の商品です。IKEA のワゴンはキャスターがしっかりしていて安定感があるのと、キャスターにロックがついているのが特徴です。あとこの竹の蓋が別売りでありまして、こちらも一緒に買うのがおすすめです。移動式のサイドテーブルっぽく使えます。私の推しのサイドテーブルからも新色が出ていました。ちょっと薄めの緑がかったイエローです。これめちゃくちゃ便利なんですよ。高さが3段階で調節できるので、そのソファーでちょっとパソコン作業したり、ベッドでパソコンしたり、いろんな高さの場所で使えるっていうのがすごく便利で、さってね持って行って使えるので非常に重宝しています。私はホワイトを使ってるんですけど、ホワイトがなぜかないんですよね。また復活してほしいなと思います。うちでは普段はですね、この下にロースコグワゴンの小さい方を入れ子にして置いています。ワゴンが引き出しっぽくなります。こちらも可愛いと評判のボックスの新しい色が出ていました。レッドです。リモコンを入れたりですとか文房具を入れたり多用途に使えるということで便利なんですけども、毎回カラーが可愛くて人気です。オレンジも人気でしたし、グリーンもとても人気でした。でどんどん入れ替わってしまうシステムです。ポップな赤色もとても可愛いですよね。でこちらは今回購入品なんですけど、 Bluetooth スピーカーです。3種類のサイズ展開があって、私はこの一番小さいサイズの白を買いました。こんな風にスタンドがついている仕様になってまして、壁掛けすることもできます。でこちらのカラフルなものはテクランさんというカラーリストとのコラボになっています。こちらもとっても可愛いですよね。この一番小さいサイズだけポータブルで使える仕様となっています。ポータブルで使えてこのお値段ってすごいお安いですよね。なので、正直そんな期待はしてなかったんですけども、購入された方から結構いいですよっていう風に教えてもらって買いました。
はい、いつも情報交換していただきありがとうございます。でこちらは説明書がいつもね組み立て説明書みたいなのついてると思うんですけども、QR コードが書いてあって、そっちウェブを見てねという仕様になっていました。IKEA はこれからそういう方向になっていくんですかね、ペーパーレスに。でこちらのスピーカー一番小さいサイズなんですけども、重量はおそらく1キロぐらいかなと思います。で裏はこんな風になっています。で使う前に充電してみます。 USB Type-C で充電できます。ちょっとこの挿した時の音が面白かったので聞いてください。はーってため息みたいですよね、なんか人の声の上部にインジケーターがありました。オレンジに光っているので充電中ということでしょう。設置用のこういうジグもついていました。これは完全にネジを使って設置するものと思いますね。今回違うフックで設置したいなと思ったんですけど、ここ分かりますかね、段差がないんですよねここに。なのでフックでこう何ですかね、引っ掛けるっていうよりはちょっと工夫がいるかなと思いました。使用したのはこちらのフックなんですけど、頭の部分だけ使いました。こちらの商品穴がなんていうんですかね、針が薄いものなので平べったい針なんですよ。なので穴が目立ちにくいという、めちゃくちゃね使いやすくて、でしかも何回も使えるので便利なフックです。先ほどのフックが耐荷重3キロなのでいけるかなとかけてみました。ちゃんと安定して危なげなく引っかかってます。隣の時計は前回紹介しましたけども、こちらも IKEA の時計です。で思ったよりね結構しっかり音が出ます。ちょっとこの Bluetooth オンオフのボタンが下部にあって、最初慣れるまではどこどこってなるスイッチを探すような感じはしました。洗面所に設置したんですけど、ちょっとお化粧しながらとか音楽を聴けるのがとても QOL が上がっていいなと思います。コスパもすごくいいと思います。パッと見スピーカーに見えないのもおしゃれですよね。こちらはなんと3種類とも設置されている例です。でこちらは色違いのタイプです。こんな可愛いバッグが新しく出ていました。ストーリーズで紹介したらすごい反響がありました。可愛い可愛いと。こちらよく見ると持ち手の紐が左右で色違いになっています。それは小さいタイプもクジラ柄が出ていました。こちらも持ち手のカラーが違って可愛らしいです。続きましてはフレームのコーナーです。新しくポスター付きのフレームが出ていました。ポスター付きでこのお値段なのでとてもお得です。ただ注意なのは、フレームを買う時についてくる白い台紙は枠みたいなやつ付属しないので注意してください。そして猫っていうめっちゃ可愛いです。こちらはアートフレームじゃなくてアートパネルになります。キャンバスみたいなところにプリントされているような仕様になっています。こちらはちょっとシンプルめのお花の2枚セットです。右のお花はかなり大胆に大きな柄となっています。色味は渋くて落ち着いてますね。でさらにこんな大きなタイプも新しく出ていました。こちらも落ち着いた色味のお花柄と葉っぱ柄ですかね、出ていました。IKEA でアートを買うと全世界の人と被るやんって思う方いらっしゃるんですけど、意外と IKEA のアートはシーズナルでほとんど入れ替わります。こちらはカナダ人向けのアートかなと思ったんですけども、2枚セットでした。模様が黒色なのでシックな印象です。今回すごい可愛いなと思ったのがこちらです。カラフルな幾何学模様って言うんですかね。子供部屋とかに飾ったら可愛いんじゃないかなと興味が湧きました。これって設置どうやってやるんかなと思って裏側どうなってんのかなと思ったんですけど、ただの木枠なんですよね。 IKEA で売ってる粘着テープ式のフック2個セットのやつがあるので、それを左右に
設置してつけるらしいです。ほんと綺麗にフック隠れるかなってちょっと思いましたけど、ちょっともし分かる方いたら教えてください。こちら新しい最新のルームセットが出来上がっていました。 IKEA PS シリーズをふんだんに使ったルームセットでとても可愛かったです。もうたくさん見たんですけど PS シリーズのコレクションの商品でもやっぱり可愛いってなりました。こちらに先ほどのアートがこちらは立てかけて設置されていました。こちらはベストという収納家具がずらっと並べられています。すごく可愛いですよね。やっぱりピンクの壁紙のせいかもしれませんがとても可愛く見えました。でこちらのコーディネートが非常に参考になるなと思ったのが、壁にドーナツライトと、さっきちょっと前で紹介したスピーカーを設置してるんですけど、どちらもコードがこう壁にタラーンってなってしまうものなんですけども、意外と前に観葉植物とかあれはなんだじょうろとか置いて小物を並べると意外と配線気にならないんだなっていうのが分かりました。ちょっと意外でしたね。せっかくなのでこちらのルームセットをいくつか紹介していきたいと思います。ピンクの模様がとても可愛いガラスのキャビネットです。この格子の模様はプリントになっています。おしゃれな食器を飾ったりですとか、ライトなどの配線が通れるようになっているので植物棚にも良さそうです。棚板もガラスの透明となっています。ブルーのマグもめっちゃ可愛いのやめてほしい。こちらのレーンのように中に照明を置くのもとても可愛いですね。こちらはパイン材のオープンラックです。主に飾り棚になると思うんですけども、一番下のファイルボックスのようにボックスを並べたり引き出しを置いたりすることでちょっと収納としても使えます。で意外となんかこう何を飾ってもバラバラに飾ってもおしゃれに見える不思議な棚だなと思いました。これは IKEA のイベントで他のクリエイターの方と一緒に飾り付けをしてみた時の映像です。こんな風にバラバラに置いても可愛くなりました。このブルーのどちら側からでも座れる椅子もとても好評で意外と座り心地がいいと皆さんおっしゃってますね。こちらのワゴンはですね意外と大きいんですよ。ちょっと周りと見比べて伝わるといいんですが、今結構いろんなものが乗っかってる状態だと思うんですけども驚くほど安定感はあります。キャスターまでちゃんとこのブルー色となっています。やっぱりこちらの折りたたみチェアも可愛いですよね。とても軽いのが特徴です。思ったより軽って感じます。軽いのでさっと使いたい時に出したりしまったりできて使いやすそうだと思いました。はい、こちらモニタースタンドなんですけども、こちらオレンジが新しく出ていました。モニタースタンドなんですけどもスタイリッシュな薄いデザインと引き出しがついていることからキッチンで使われるのがとても人気な商品です。あとアクセサリー入れにしたりしてらっしゃる方もいます。オレンジはこのニューのタグと同じぐらいのオレンジでわからないと思うんですけどその説明じゃ割とはっきりしたオレンジだと思います。こちらのモニタースタンドって白と黒しかずっとなかったですよね。初めてじゃないですか、カラーバリ出たの。こちら実際にデスクに設置してありました。こちらの方が見やすいですね。薄い引き出しは細かいものを収納するのに便利ですし、下の隙間にはキーボードを収納したりキッチンで使う場合はトレイを収納したりする方が多いです。IKEA で一番好きと言っても過言ではないスコーディスという有効ボードがあります。そちらからもカラバリが出てました。かなり暗い色味なんですよ。珍しいですよね。ダークグレーブルーとダークライラックレッドというふうに書かれていました。裏表で色が違う仕様になっています。かっこいい雰囲気ですよね。ウォルナット系のクローゼットとか作られてる方なんかこちらが合いそうですね。なんかこのミラーもめっちゃ合ってますよね。留め具の色はブラウンのような色味に見えました。
裏表どちら側にも違和感のないカラーリングですね。サイズ展開もありまして、こちらの一番小さいサイズと横長の大きいタイプも出ています。スコーディスは本当にアクセサリーも豊富ですし、自由度が高いので、うちは自分のデスク、子供のデスクの前、ワゴンに引っ掛けたり、難度のドアに設置したり、多用途で使っています。本当大好きな商品です。可愛いクッションが出ていました。丸なんですよ。そしてお花のようなデザインでとても可愛かったです。こちらは中身が入ったクッションで売られています。裏表同じデザインです。ちょうどここのディスプレイが四角い直線的なチェアに置かれているので、すごくこの丸が際立って見えました。カラーバリエーションもありました。ターコイズカラーです。こちらなんと洗濯機で洗えると記載がありました。もう一種類クッション出ていました。こちらは真ん中にボタンがついていますので、さっきのよりクラシックな印象を受けます。縁取りがとっても可愛いデザインですよね。キッチンコーナーです。鍋に新しいシリーズが出ていました。とてもスタイリッシュなデザインとなっています。こちらは5リットルのお鍋です。こちらはオーブンも使えるようです。蓋がついたものでして、中はこんな感じになってました。なんかしっかりコーティングされてるので炒めるのもできそうですね。こっちはなんと鍋が4つくっついてて、これセットで売られてるみたいです。もちろんバラでも売っていました。で、よく IKEA の鍋とかどれがおすすめですかとか聞かれるんですけど、基本的にフッ素加工じゃないので、フッ素加工のこびりつきにくさがいい人にはもうおすすめじゃないんですよね。で、フッ素加工をやめたい方にはおすすめできます。やっぱね、フッ素加工ほどこびりつかないってことはないです。技術がね進歩してほしいなと思います。で、私はこういう片手鍋、お鍋ってだいたい食洗機ダメじゃないですか。なのでこの IKEA365 シリーズは食洗機 OK なので愛用しています。もう一切コーティングとかなくシンプルなんですけど、もう食洗機に入れたいよって方におすすめです。袋留めクリップから新しいカラーが出ていました。ブルー系でとても可愛いカラーリングです。ただ以前の売ってたもの、今も売ってるのかな、赤色が入ってるやつ、あれと全然サイズの入ってる種類の数が違いますのでご注意ください。実質値上げになるんですかね。量が少なくなって、一番使える大きいタイプ、大きいサイズが8個しか入ってないのがちょっと皆さんベバーラ使ってる方どっちのサイズをよく使いますか？私は圧倒的に大きい方いっぱい使ってます。冷凍 OK なんですよ、IKEA のが。次回も可愛い新商品、小物類たくさん紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。